皆さん、こんにちは。お元気ですか？今日は、日本語のお話です。日本語は、世界の中でも難しい言語と言われています。言葉の使い方に迷ったり、相手の言葉を間違って捉えたりすることはありませんか？しかし、難しいからこそ学びがいがあると思います。今日は、日本語の特徴の一部を紹介します。また、その背景にある日本文化についても、少しだけお話ししたいと思います。大丈夫です。ってどういう意味？午前中の仕事が終わりに近づいてきました。そこで、私は友人の彩香さんに、一緒にお昼ご飯を食べに行きませんか？と誘いました。すると、彩香さんは大丈夫ですと答えました。12時になり、昼休みになりました。私は、彩香さんの仕事が終わるのを待っていました。しかし、なかなか終わりません。私が待っていることに気がついた彩香さんは、私に、さっき、断ったはずなのにどうして待っているの？と言いました。皆さん、気づいたでしょうか？大丈夫という言葉には、肯定的と否定的の2つの意味があるのです。先ほど彩香さんが大丈夫ですと言ったとき、彩香さんは下を向いていたので、表情がわかりませんでした。私は、てっきり一緒に食べに行けるものだと思ったのです。つまり、私は、彩香さんの返事を肯定的に受け取ったのです。しかし、彩香さんは否定的な意味で大丈夫ですという言葉を使ったのです。彩香さんの表情や身振りを見ることができていれば、間違わなかったと思います。いいです。とか結構です。という言葉も大丈夫と同じように、間違われやすい言葉です。ちなみに、大丈夫という言葉には、さらに3つの意味があります。1つ目は、気遣いを示す意味です。相手を安心させたり、心配を和らげる際に使います。2つ目は、確認の意味です。時間や状況が適切かどうかを確認する際に使います。3つ目は、励ましの意味で使います。きっとうまくいくよ、という意味で使います。日本語の中には、異なる意味を持つ言葉が、他にいくつもあります。会話の中でよく使う、すみませんも、その一つです。すみませんという言葉には、3つの意味があります。1つ目は、謝るときに使います。すみませんの一言で謝ることもあります。他には、迷惑をかけてすみません。失敗の原因は、私が間違っていたからです。すみません。などのように使います。深く謝りたいときは、申し訳ありませんとか、申し訳ございませんを使います。2つ目は、呼びかけやお願いするときに使います。初めて会う人には、最初にすみませんと呼びかけます。また、すみません。塩を取ってください。すみません。お茶をください。
のようにお願いするときに使います。どうしてすみませんと言うのでしょうか。声をかけられた人は、今やっていることを一旦やめなくてはなりません。そのことに対して申し訳なかったり、感謝したりする気持ちから、すみませんを使うのです。三つ目は、感謝の気持ちを表すときに使います。混んでいるバスで席を譲ってくれたとき、重い荷物を持ってくれたとき、などに使います。この時のすみませんには、とってもありがたいという意味が込められています。主語や動詞を省くことがある。前のセクションで、私は友人の彩香さんに、一緒にお昼ご飯食べに行きませんかと声をかけています。今度は、私が外国人の親しい友人、エミリーさんに、食べに行くと声をかけました。そうしたら、エミリーさんは困った顔をしています。どうしたのでしょう？私は、彩香さんに声をかけた時と同じ意味で、食べに行くと誘ったのです。しかし、それを聞いたエミリーさんは、誰が食べに行くのかがわからなくて、迷ってしまったのだと思います。食べに行くの言葉に主語がありません。エミリーさんがご飯を食べに行くかどうかを聞いているのでしょうか？それとも、二人一緒に食べに行くのかを聞いているのか、判断が難しかったのではないでしょうか。日本では、文脈からわかるならば、主語や動詞を省略することがよくあります。また、日本では、話し手の微妙な表情や仕草が、コミュニケーションの中で大切な意味を持っています。この場合、エミリーさんは聞かれた時の雰囲気、表情や仕草などから、私が伝えたいことを推測するしかありません。でも、本当にわからないときは、遠慮せずに、もう一度相手に聞くことをお勧めします。すみません。食べに行くとは、私と一緒に食べに行くということですかのように聞いてみてはいかがでしょうか。曖昧な言葉って否定的な意味？外国人のジェシカさんは、東京で暮らしています。アカデミー賞を受賞したスタジオジブリの映画を見に行きたいと思いました。そこで、日本人の友達のマイさんとたかしさんに声をかけました。マイさん、今度の土曜日に映画を見に行きませんか？マイさんは、はい、ぜひ行きましょうと言いました。たかしさんは、僕は、ちょっと、と言いました。果たしてたかしさんは、映画を見に行けるのか、行けないのか、お分かりですか？結論を言えば、たかしさんは映画を見に行けない、となります。ちょっと、とか、かもしれない、ですが、など、曖昧な言葉を使うときは、いけないことを伝えているのです。たかしさんは、どうしてはっきりいけませんと言わなかったのでしょうか。それは、はっきり断ると、せっかく誘ってくれたジェシカさんに、申し訳ないと思ったからです。また、断られたジェシカさんは、
どんな気持ちになるのかも気になったのでしょう。日本では昔から集落の中で多くの人が仲良く生きていくために争いを避ける知恵が育まれてきました。はっきりとノーと言わない、自分の意見を強く言わない、相手の気持ちを思いやるなどです。ですから日本では相手の気持ちを尊重して言葉を選びながら会話をすることが多いです。以前に登場したすみませんも仲良く生活するための言葉なのだと思います。敬語の使い方に慣れよう。大学生のりなさんは先生と話をしています。先生、今回の実験の結果についてどう思われますか？予想の数字より大きい値になりました。どうしてそうなったのか考えてみてください。はい。先生の言った通りにしてみます。この会話を聞いていておかしいと感じたところはありませんか？会話の内容ではなく言葉遣いです。ヒントは敬語です。お分かりでしょうか？最後の会話でりなさんは、はい、先生のおっしゃる通りにしてみますと言うべきでした。敬語をどう使うかはとても難しいですね。日本には敬語というものがあります。敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つがあります。尊敬語は目上の人などを敬い、相手を立てる気持ちを表すときに使います。先生や会社の上司などが当てはまります。先ほどのおっしゃるは尊敬語になります。謙譲語は自分がへりくだることで相手に敬意を表すときに使います。例えば、会社の社長や上司に何か伝えたいことがあるとしましょう。こんな時は、私から言いたいことがありますではなく、私から申し上げたいことがあります、となります。丁寧語は、誰に対しても使えます。語尾に、です、ます、ございます、をつけます。例えば、私は学生です。大学に行きます。ありがとうございます。のように使います。また、言葉の先頭に、お、や、こ、をつけます。例えば、お祝い、ご相談などのように使います。このように、丁寧な言い方をすることで、相手に敬意を表します。同じ発音でも意味が違う。日本語には、同じ語でも、発音やアクセントの位置によって、全く異なる意味になることがあります。例えば、ご飯を食べるときに使う箸は、歯を強調します。川を渡るときの橋は強調する部分がありません。物の減り休みの部分を表す橋も強調する部分がありません。会話の中で橋という単語を聞いたとき、3つの橋のうちどの橋なのか会話の内容などで判断しなくてはなりません。慣れるまでは大変だと思います。箸のように同じ発音でも意味が異なる語を同音異義語と言います。箸以外にも
多くの同音異義語があります。例えば、帰還という語には帰還、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 など多くの語があります。最も多くの異なる意味を持つ語は、交渉という語で50ほどあります。同音異義語による誤解を避けるため、正式な読み方ではありませんが、状況に応じて読み分けをすることがあります。例えば、私立と一律は、本当は両方とも、私立と読みます。しかし、一部の教育機関などで、私立の方を一律と呼ぶことがあります。日本文化、天気、季節に関係する言葉。日本語には、文化や天気、季節に関係する言葉があります。最初に、食事の場面を想像してください。いただきますと言ってから食べ始めます。このいただきますを英語に訳すと、レッツイートになってしまいます。意味はさあ、食べよう、です。いただきますを外国語に訳すのは難しいです。植物や動物の命をいただきます。食事を作ってくれた人に対してありがとうございます。この二つの意味がいただきますに込められています。いただきますは日本独自の文化から来ている言葉なのです。もったいないも外国語に訳すのが難しい言葉です。日本人はもったいないをどのような時に使うのでしょうか。例えば、まだ使えるのに捨ててしまうような場合です。この新聞紙は再利用できるのに、捨ててしまうのはもったいないのように使います。捨ててしまうとただのゴミになってしまいます。物を大切に扱う。使えるものは最後まで使う。そのような日本文化がもったいないの言葉には隠されていると思います。他にも、時間がもったいない。私にはもったいない言葉です。やればできるのに、やらないのはもったいない。このような使い方がいくつかあります。日本語には、天気や季節に関係する言葉があります。例えば、日本は雨が多いので、雨に関する言葉がたくさんあります。梅雨、小雨、霧雨、雷雨、さみだれ、長雨、豪雨、しぐれ、春雨、秋雨。どの季節の雨なのか、また、降り方や雨の量などで呼び方が細かく分けられています。本当は、もっとたくさんあるのですが、ここではその一部を紹介しています。使われている漢字から、どのような雨なのか、想像することができます。どうして、雨にはこんなにたくさんの呼び方があるのでしょうか？雨が降ると、鬱陶しい気持ちになりがちです。そんな気持ちを切り替えるため、昔の日本人は雨の少しの違いからいろいろと名前をつけて逆に雨を楽しんでいたのかもしれません。また、日本語にはオノマトペといって音、動作、様子などを表す言葉があります。例えば、雨が降る時の様子をポツポツ、ぽつりぽつり、
しとしと、ザーザー、バシャバシャ、などと表現します。この言葉を使えば、雨が降っている様子が見ていない人にもよくわかります。他にも、犬や猫の鳴き声をワンワン、ニャーニャーと表現します。輝く様子をキラキラ、滑らかな様子をツルツル。迷って歩き回る様子をうろうろ、苛立つ様子をイライラなどと表現します。非言語のコミュニケーションがある。日本では言葉だけでなく言葉を使わないコミュニケーションも重要です。相手の動作、表情、視線、声のトーンなどがそれぞれ意味を持っています。これらがコミュニケーションの中で大切な情報を伝える手段になっているのです。具体的な例をちょっと挙げてみましょう。1、身体的動作。首を縦に振ると同意を示し、横に振ると同意しないことを表します。目を大きく見開くことで、驚きを表現します。相手が話をするのをやめてもらいたいときは、手を前に突き出します。2、表情。笑顔は友好的な心の表れです。眉を潜めたら、不快を感じていたり、困っている時です。口を尖らせるのは、不満を表しています。3、視線。相手の目を見つめて話を聞くのは、話に注意を向けている場合です。目をそらして話を聞いているのは、話に興味がない場合です。4、声のトーン。声のトーンを上げるのは、強調したいときや、相手に理解をしてほしいときです。声のトーンを下げるのは、相手に申し訳なく感じているときです。これらの言葉を使わないコミュニケーションは、言葉だけでは伝わりにくい感情や意図を効果的に伝える手段になります。しかし、これらのコミュニケーションは万国共通ではありません。日本以外の国では文化や状況によって解釈が異なる場合があると思います。主語、目的語、動詞の順になっている。日本では、私は行きます。学校に。とは普通言いません。私は学校に行きます。と言います。日本語の場合、普通は主語、目的語、動詞の順番になります。外国語の多くは、主語、動詞、目的語の順番です。英語であれば、I go to school となりますね。しかし、強調する場合や文体によっては、主語、動詞、目的語の順番になることもあります。例えば、私は学校に行きます。の文で、学校を強調したいときは、私は行きます。学校に、となります。なんだか、難しいですね。否定するときは、私は学校に行きません。となります。文の最後に否定が来るので、最後までしっかり聞かなくてはなりません。最後がすになるか線になるかで、
意味が全く異なるので注意が必要です。挨拶は気持ちをほぐす魔法の言葉。散歩をしていると、知らない人でもすれ違うときに、こんにちは、と挨拶をしてくれる人がいます。私からも、こんにちはとすぐに挨拶を返します。もちろん、知らない人でも、私から挨拶をすることがあります。日本では、挨拶をとても大事にしています。おはようございます。こんにちは。こんばんは。を使い分ける時間の目安はあるのでしょうか？おはようございますは、朝の9時から10時くらいまで。こんにちはは、10時から17時くらいまで。日没後は、こんばんはを使います。しかし、はっきりとした時間の基準はありません。例えば、午前10時を過ぎていても、相手がおはようございます、と言ってきたとします。その際は、こちらもそれに合わせて、おはようございますと言えば良いと思います。挨拶されると、どんな気持ちになりますか？気持ちがほぐれて、心が温かくなります。挨拶は、相手との距離を縮め、話をスムーズに進めるためにとても大事です。ところで、こんにちはの後には、本当はまだ言葉が続くことをご存知ですか？ご機嫌いかがですか？いい日和ですね。などの後半部分が省略されているのです。こんばんはもこんにちはと同じように、言葉の一部が省略されたものです。一日無事に過ごすことができて、今晩は良い晩ですね、という意味を持った言葉なのです。ありがとうございますを使って、より深いコミュニケーションを。話の最後に、ありがとうございますという言葉をよく耳にします。これは、ありがとうという感謝の意を表すありがたいに、丁寧語のございますが付け足されたものです。語源は仏教のありがたしに由来します。これは滅多にないことや珍しいことを意味します。例えば、大変な仕事を手伝ってくれて、ありがとうございますと言ったとします。この場合、大変な仕事を手伝ってくれることは、滅多にないため、ありがとうございますという言葉で感謝を表したのです。相手の行為に対して、具体的に感謝の気持ちを伝えることで、お互いが心を開いて、会話をすることができるようになります。ここまで、日本語の特徴の一部を紹介してきました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。日本語に興味を持っている皆さんが、日本語について、どのようなことを感じているのか、教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。